こんにちは、松本まりかです。今日は私のバッグの中身を紹介します。じゃん。今回は、私お仕事バッグとちょっと特別な思いがあるプライベートのバッグをご用意いたしました。じゃあまずは私が毎日つけているメガネ、代官山の G ルームさんの、サングラスです。ここはですね、私ちょっとエピソードがあって、もう本当にもう可愛いメガネばっかりで、今ではもう本当にここのメガネを10本ぐらい持っているんですけど、当時35歳4歳とかで、お金を稼げていなくって、なかなかこちらのメガネを買うことはできなかったんですけど、自分のメガネをかけながら可愛いなと思って見てたら、ちょっとメガネのメンテナンスしましょうかっていう風に言ってくださって、お願いしますって言って綺麗にしてくれて、ちょっと緩んでたので直しますねとか言ってくださって、なんかあの時のそのお返しがこう今になってできたかなって、あの時からこうちょっと運命的なそういったストーリーのあるメガネです。これは私が一目惚れしたトム・ブラウンのメガネです。もう繊細なこの細いゴールド、黒にゴールドっていうのがすっごい可愛くて、なんか一個こう自分のちょっと能面な顔にやっぱ一個簡単にプラスしたい、上がりたいのかな、自分が。日々自分がどう気分よく自分に少ない自信を持ちながらやっぱり生活できるかってすごく重要なので、そういう時のアイテムとしてちょっとイケてるっていうそういうためのアイテム。はい。あとは、この巾着の中に入っているのは、ちなみにこの子フクロウですお菓子とか酵素とかとっても美味しい Be My Flora の10年もののものと、あとこれはですね、朝鮮人参なんですけど、韓国でしか売ってなくって、代々受け継がれてきた滋養強壮のものっていうものの効果を本当に自分自身の体で感じたんですよね。これを飲んだ時にめちゃくちゃ元気になるんですよ。ちょっと今連ドラが今から始まるので、これはもう本当に必需品。ナッツ、ナッツ、ナッツ。この方がですね、ナッツオタクの方で、作られてる方がナッツを追求しているっていう、そのナッツに哲学を持ってるっていうところが本当に響いて、このナッツとこのカナエバーっていうドライフルーツとナッツの組み合わせ、そしてこれが新発売のナッツなんですけど、トリュフナッツ、もうはちゃめちゃに美味しいんですよ。オイルが有機のオリーブオイル&トリュフ味噌、ご自分で作ってらっしゃる、トリュフソルトに天然のトリュフ香料、もう本当にこだわり安心なもので、バードンさんの素晴らしいところです。で、お次はこちら、アクセサリーケース。開けるとじゃん、中がこういった形になっていて、なんかこう良くないですか？ちょっとこうシルク感っていうか、あんまり私時計とかもお高いものを買ったことはないんですけれども、これはちょっと可愛いなと思って、バーバリーのアンティークなんですけど、私が持っている唯一の腕時計です。地方で泊まる時もホテルを自分の部屋みたいにするんですね。で、そういった時にこうぐちゃぐちゃって置かずに、やっぱりこういうものをなんかこうやっぱちょっと背筋が伸びるというか、ものを大切にしている。次が竹のタンブラー。あんま見たことないですよね。なんかこれをこうやって自分で飲んでてもそうだし、置いとくだけでも
なんか自然との共存とは何か、共存しなくてはっていう気にさせるなと思って、やっぱこういうものは自分にとってもまた置いとくだけで、なんかこう周りの誰かの意識の変革につながるかなと思ってこれを選ばせてもらいました。ちょっとシークレットなものから、よく使うお仕事道具ですかね。まず今のやっている台本、お風呂で結構読むので、結構ガシガシに台本は使い込むタイプです。私にとって特別な思いのある台本です。今撮っています。iPad。これはもう仕事のメールのやり取りだったり、台本送られてきたりとか、大きな画面でこう文字書いたりとかもしますし、YouTube 見るとき、映画見るときとか、支度しながらこうやってるっていうのは結構本当に私のちょっとパートナー的存在です。パートナーいっぱいいるな。あとはペンケースの中にはいつもこの2本が入ってます。アップルペンシルと万年筆。万年筆はですね、私本当にある時ファって直感で降りてきて、万年筆買わなきゃって思ったんですよ。心を奪われたのがこのファーバーカステルのダーリングシルバーの万年筆です。一つのものを大事にする、この重さからこのデザインから、やっぱ私がこれを選んだっていう手間がかかる子なんですけど、やっぱりその手間が愛おしい、私にとっては重要なパートナーです。本。私読書に出会ったのは30歳の時なんですね。30まで読書ができなかった人間で、仕事がなかなかうまくいかず、30過ぎて女優で、どうしようかなって思ってた時に、こう生きる希望を持たせてくれたのがその本で、その中で本当に衝撃を受けたのがこのショーペンハーワーの読書についてという本なんですけど、いやー、台本に行き詰まった時は一度こういうものに戻る、一冊本を領書を持ち歩くというあとは、だいぶ年季が入っているんですが、私のそうですね、もうかれこれ10年ぐらい、書き込んでいるノートでございます。恥ずかしいこれは30歳一応肩書き女優で、正直ほとんど誰も知らないっていう、一体自分は何がしたいのかっていうのを本当に嫌だったけど書き出したノートなんですね。もう出てくるままに、思うがままにこう書いたんです。自分の思考を通さずに、もう本能的に書いたんですね。そしたらもう鼻で笑われるようなことばかり書いてあってですね、女優として自分がこうなってたりとか、こういう仕事をしたいとか。だけどこのノートのすごい面白いところが、今になってことごとくそれが叶って言ってるんですね。びっくりするぐらい本当に純愛ラブストーリーがやりたいって思ってたんです。で書いてたんです。誰かと比較してとか、やっぱ誰かを羨んだりとか、自分自身がただただ成長するっていうこと、すごくいいこと書いてるんですよ。こうありたいって書いてしまった手前、裏切れないんですよ、自分の言葉って。だから自分がやっぱりそうなっていく、ちょっとずつでもやっぱり前進していくっていう、自分で自分を矯正していく、育てていくっていう、自分で自分をしつけるみたいな、そうしてきた人生だったように思います。私の毎日使っているバッグでございます。大きくってガシガシ入る仕事カバンを探していたんですけど、なかなか出会えてなくって、カッシュっていうブランドなんですけど、エコフレンドリーな
ブランドさんで調べたら、なんか本当にいい出会いをしたなって。でこれが、グッチのダイアナです。中身がエジプシャンオイル香りです。このエジプシャンオイルっていうのは本当に秘伝のレシピなんですね。エジプトっていうのはすっごく秘密主義の国なんですって。で5000年前から代々受け継がれてきた伝統的な製法で作ってるんですね。なんていうんですかね、本当に奥深い香り、ものすごい植物だけなのにすごいパワーがあって、みんながいい匂いって言ってくれる力のあるもの。これはリップですね。口紅、スックの口紅。これはもう何年、3年ベージュのリップも使い古して、もうあとこれしかないんですけど、この色が大好きで、リップはお供ですね。でこれが去年の誕生日にドラマでご一緒していた侍木さんにいただいたイヤホンです。私ずっと新しいこのワイヤレスイヤホンが欲しくってですね、ずっと探してた時にこれをいただいた時に、なんでわかったんですかっていうぐらい嬉しかった。どうやっても台本って覚えれなかったんですけど、この耳から自分の声も聞く、で聞きながら覚えるっていうのが私の見つけた一番覚えられる台本の入り方。ちょっと特別な思いのあるグッチのバッグダイアナ。昔から決めていたことがあって、ハイブランドのバッグは買わない、もらわない。20代の時素敵だなって思ったけど、全然これに見合う女性じゃないと、人間じゃないと、似合わないのに持ってることの恥ずかしさとなんか嫌だなっていう風に思って、私実はこれをですね、大人買いして友人の分と自分の分と、もしこういう機会がなければ私はこれを買わなかっただろう、彼女のためのものだから、きっかけと背中の押しがあってたまらなくこれだって思ったんです。持ってても似合うなって思える女性になるっていうことがまず一番最初に大事だったことを25年ぐらいなんかこう守り抜いたなっていうのは、なんかすごくよくやったぞって。これが私のカバンの中身です。すっごい喋りましたね。もがいてた日々がなんかちょっと今報われました。